歌う革命の奇跡。武器の代わりに歌を持った革命。ガク君、世界を変える最強の武器は何だと思いますか？急にどうしたんですか？やっぱり核兵器とか最新鋭のミサイルじゃないですか？普通はそう思いますよね。でも銃弾を一発も撃たずに超大国を倒した国があるんです。彼らが手に持っていたのは銃ではなく歌でした。歌？マクロスみたいな話ですか？アニメではありません。現実に起きた歴史です。バルト三国の一つエストニアの歌う革命のお話です。エストニア、場所はどの辺でしたって？フィンランドの南、ロシアの西に位置する小さな国です。九州と同じくらいの面積に人口はたった130万人ほど。そんな小さな国がどうやって独立を勝ち取ったんですか？相手はソビエト連邦ですよね。だからこそ武力では絶対に勝てなかったんです。1940年、エストニアはソ連に強制的に併合されました。それからの50年間は暗黒の時代でした。多くの人々がシベリアに送られ処刑されました。うわ、きついですね。さらに恐ろしかったのは文化の抹殺です。エストニア語の使用が制限され、ロシア語教育が強制されました。言葉を奪われるってアイデンティティが消されるのと同じですよね。そうです。国旗掲揚も国歌を歌うことも禁止されました。違反すれば逮捕です。そんな絶望的な状況で唯一残された希望が歌でした。エストニアには1869年から続く歌の祭典ラウル・ピドゥという伝統があります。5年に一度、全国から数万人の合唱団が集まる巨大イベントです。そもそもなぜ歌がそこまで重要だったんでしょう？エストニア人は長い間ドイツ人やロシア人の支配下で農奴として生きてきました。自分たちの国を持ったことがなかったんです。19世紀になってようやく農奴から解放され、自分たちは何者かを問い始めました。そこで見つけたのが古くから伝わる民謡だったんですね。はい。私たちはドイツ人にはなれない、ロシア人にもなりたくない、ならばエストニア人として残ろうという決意の象徴が歌の祭典だったんです。歌うことは彼らにとって民族であることの証明だったわけです。ソ連時代もこの祭典だけは許可されていました。ガス抜きのため、あるいはソ連の意向を示すためです。でも歌の内容はチェックされますとね。もちろんです。レーニンを称える歌などを歌わされました。しかし人々は諦めませんでした。検閲をすり抜けるギリギリの歌詞に思いを込めたんです。例えば「土地よ、お前こそが私の愛」という歌。表向きは故郷の自然をめでる歌ですが、その裏にはソ連ではなくこの土地こそが私の国だという強いメッセージが隠されていました。なるほど、ダブルミーニングですね。数万人が声を合わせてそれを歌うとき、みんなの心は一つになります。ソ連の高官たちは気づかなかったんですか？言葉がわかりませんからね。ただの民謡だと思って聞いていたでしょう。でも会場の熱気は尋常じゃなかったはずです。そして1980年代後半、転機が訪れます。ゴルバチョフ書記長によるペレストロイカ改革とグラスノスチ情報公開です。ソ連の支配が少し緩んだんですね。はい。この隙を逃さずエストニアの人々は立ち上がりました。1987年、アロイ・マッテイセンという作曲家が5つの愛国歌を発表します。ロック調の激しい曲で歌詞はストレートに独立を叫んでいました。ロックで革命、かっこいい。若者たちは熱狂し、禁止されていた青、黒、白のエストニア国旗を振り回しました。青、黒、白の旗にはどんな意味があるんですか？青はエストニアの空と海、そして忠誠心。黒は故郷の大地と過去の苦難。白は人々の幸福と勇気、そして未来への希望です。苦難を乗り越えて希望へ向かう空なんですね。まさに彼らの歴史そのものです。そして1988年、伝説のタリンの歌の原での出来事が起きます。ロックコンサートの後、人々が帰ろうとせず自然に歌い始めたんです。伝統的な民謡や禁止されていた国歌を。集まった人数はなんと30万人。30万人、人口の4人に1人じゃないですか。夜通し歌い明かす中であるスローガンが生まれました。芸術家のハインツ・ワルクが叫んだ言葉です。いつか我々は勝つ。この言葉が人々の心の導火線に火をつけました。もう隠れなくていい、俺たちは勝てるんだと確信した瞬間です。これだけの大群衆が暴動を起こすわけでもなく、ただ歌っている。警察もソ連軍も手出しできませんでした。打てないですとね。丸腰で歌ってる相手には。これが非暴力抵抗の力です。彼らは歌うことで恐怖を克服し、団結を示したんです。そして1989年8月23日、
歴史に残る一大イベントが行われます。バルトの道、人間の鎖です。エストニア、ラトビア、リトアニアの3国が手を取り合いました。首都タリンからリガを通ってビリニュスまで、その距離なんと 600km 以上。 600km？ 東京から大阪より遠いですよ。そこに約200万人の人々が並び手をつないだんです。すごすぎる。 SNS もない時代にどうやって連絡したんですか？ラジオと口コミです。分刻みのスケジュールで配置につきました。途切れたら意味がない、絶対に成功させるという執念です。彼らは手をつなぎながらそれぞれの国の国歌や民謡を歌いました。この映像は世界中に配信され国際社会を動かしました。バルト三国を独立させろという声が高まったんです。世界中が味方になったんですね。しかしソ連も黙ってはいませんでした。1991年8月、モスクワでクーデターが起き、強硬派が実権を握ります。ソ連軍の戦車がエストニアの首都タリンに侵攻してきました。ついに武力行使か。歌だけで勝てる相手じゃなくなってきた。彼らが目指したのはテレビ塔でした。情報を遮断するためです。しかし多くの市民がテレビ塔に駆けつけ入り口を封鎖しました。武器を持たない彼らは戦車の前に立ちはだかりました。そしてまた歌ったんですか？はい、歌い続けました。撃つなら撃て、でも私たちはここを動かないという意志を込めて、その姿にソ連兵も引き金を引けなかったそうです。そして1991年8月20日、エストニアは正式に独立回復を宣言しました。一人の死者も出すことなく革命を成し遂げたのです。本当に奇跡だ。歌の力ってすごいですね。ただの娯楽じゃない。人の心と世界を動かすエネルギーなんだ。でも独立してめでたしめでたしでは終わりませんでした。ソ連崩壊後のエストニアは経済的にどん底でした。資源もない、お金もない、小さな国、どうやって生き残るか彼らは必死に考えました。そこで選んだ道が IT だったんです。何もないからこそ新しい技術にかけたんですね。その結果生まれたのがスカイプです。スカイプってエストニア発なんですか？はい、今では世界最先端の電子政府を持つ国になりました。選挙も納税も全部ネットで完結する未来の国です。歌で独立し、コード、プログラム、テクニを起こしたクリエイティブな魂はずっと生きてるんですね。この歌う革命の精神は今も受け継がれています。5年に一度の歌の祭典は今やさらに規模が大きくなっています。2019年の祭典には10万人以上の歌い手が参加しました。10万人、もはや地響きレベルですね。フィナーレで歌われる曲「我が祖国は我が愛」は第二な国歌と呼ばれています。会場中の人々が涙を流しながら大合唱するんです。自由であることの喜びをかみしめながら。僕たちがカラオケで歌うのとは重みが違いますね。でも根本は同じかもしれません。歌は言葉にできない感情を表現し人と人をつなぐツールですから。エストニアの人々は教えてくれました。暴力に対して暴力で返すのではなく文化と団結で立ち向かう強さを。一番強い武器は人間の心なんですね。今日は武器の代わりに歌で戦った人々の物語をお話ししました。音楽の力見直しました。僕も自分の気持ちを歌に乗せてみたくなりました。ぜひそうしてください。世界を変える第一歩になるかもしれませんよ。皆さんは音楽に救われた経験はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。